皆さんこんにちは、ガジェットジェットのゆけです。以前ですね、僕がおすすめするサウンドバーを価格帯別に紹介する動画を上げたんですが、これがかなり好評でしたので、今回は小型テレビでも使えるモデルから 4K に対応した大型テレビで使えるモデルまで幅広くラインナップしているデノンのサウンドバーの中から、私ゆけがおすすめするモデルをピックアップ、ご紹介していきたいと思います。このデノンというブランド、あまり聞き馴染みのない方も多いかと思うんですが、実はちょっと前まで電音と呼ばれていて、1939年に日本で設立された日本電音機製作所という会社から名前を取ってるんですよね。この日本電音機製作所では、テレビ放送に使う円盤録音機などを製造しており、昭和天皇が終戦を伝えた玉音放送を録音したのもデノンが発明した円盤録音機だったそうなんですよね。そんなデノンのスピーカーは高音から低音までバランスの良い音が特徴と言われています。フラットで上品なヨーロピアンサウンドとも言われていて、明瞭な高音も厚みのある重低音も心地よく聞こえるので、まさに日本人の耳に馴染みやすいサウンドなんですよね。またデノン独自のサウンドモードとしてピュアモードというものがあります。通常のサウンドバーでは HDMI から入力された音声信号はデコーダーで PCM 信号に変換され、サウンドモードに異なるイコライジングやアップミックス、バーチャルサラウンド処理を経てアンプに出力されます。何のこっちゃわからない話をしましたが、簡単に言うとテレビから送られてきた音声信号をごちゃごちゃにいじられたものがサウンドバーから出力されちゃうってことですね。ただデノンのサウンドバーに標準搭載されているピュアモードでは、アップミックスやバーチャルサラウンド処理などのごちゃごちゃしてくる処理を通らず、音声信号がそのままアンプに送られます。そのためテレビやレコーダーから出力された純粋な音を楽しむことができるというわけです。 AV アンプやハイファイコンポーネントを作り続けてきたデノンだからこそ実現できる唯一無二のサウンドモードと言えます。こういった技術の高さが多くのオーディオマニアを虜にしてきたんでしょうね。それではここから僕がおすすめするデノンのサウンドバーを4つ紹介していきましょう。参考価格は2022年10月現在の価格 .com での価格を参考にしていますので、あらかじめご了承ください。僕がおすすめするデノンのサウンドバーの1つ目はこちら、DHT-S216 です。価格 .com での評価は星 4.16、価格は 16,800 円からとなっています。こちらの機種はデノンのサウンドバーの中でもエントリーモデルにあたります。2019年の12月に発売された製品ですが、デノン公式ストアはもちろん Amazon でもまだまだ取り扱いの多い人気商品となっています。価格 .com で星 4.16 つくなんて結構な高評価ですよね。サイズは幅 890mm、高さ 66mm、奥行き 120mm、チャンネル数は 2.1 チャンネル、HDMI 端子に関しては ARC に対応した出力端子が1つと入力端子も1つ搭載。4K HDR パススルーについてもしっかりと対応しています。HDMI 入力端子が搭載されていないと、PlayStation 5や Blu-ray レコーダーなんかの AV 機器の純粋な音声をサウンドバーで出力ための接続方式。絵で言うとこんな接続方式なんですが、このような接続方式が取れなくなってしまうんですよね。この接続方式が取れないと AV 機器の音声がテレビを経由するこういった接続方式に限られてしまうため、PlayStation からの音声が多少劣化してしまう可能性があるんですが、本機では低価格ながら HDMI 入力端子もしっかりと用意されているので、周辺機器を接続する方にもおすすめできますね。この HDMI 入力端子と 4K HDR パススルーに関してはこちらの動画で詳しく紹介していますので、気になる方はそちらをチェックしてみてください。それではここからは本機のおすすめポイントを簡単に紹介していきます。この DHT-S216 のおすすめポイントの1つ目は、エントリーモデルでも 4K HDR パススルーに対応している点です。先ほどもちょこっと説明した通り、本機には HDMI 入力端子がしっかりと搭載されているので、PlayStation 5や Blu-ray レコーダーなどの AV 機器から出力される音声を劣化なくサウンドバーから接続する方式。絵で言うと、このようにサウンドバーを経由する接続方式を取ることができます。ただ、仮にサウンドバーが HDMI 入力端子を搭載していて、このような接続方式を取ったとしても、サウンドバー自体が 4K HDR パススルーというものに対応していないと、PlayStation 5等で出力した 4K 映像をテレビ側で映した時に画質が低下してしまうというデメリットがあるんですよね。その点、本機にはその 4K HDR パススルーがしっかりと搭載されているので、サウンドバーを経由する接続方式をとっても画質を劣化させずに、そのままの 4K 映像を楽しむことができるというわけです。
このような低価格のエントリーモデルで 4K HDR パススルーを搭載しているのはかなり好感が持てますよね。おすすめポイントの2つ目は DTS バーチャル X 対応の本格派サラウンドシステムを搭載している点です。本機のシステム構成は 2.1 チャンネルとなっていて、高音を担当する Tweeter や中音域を担当するミッドレンジドライバーの他に 75mm という大型のサブウーファーをサウンドバーの背面に2機内蔵しているんですよね。そのため別立てのサブウーファーがないワンボディ型のサウンドバーでありながらも、高音から低音まで幅広い音域を部屋中に響き渡らせてくれます。さらに本機ではバーチャル 3D サラウンド技術 DTS バーチャル X にも対応していて、部屋の後ろや天井にスピーカーを設置しなくても後方や頭上などあらゆる方向から音に包み込まれる立体音響体験が可能となっています。エントリーモデルでサブウーファーが内蔵していることにも驚きですが、バーチャル 3D サラウンド技術にも対応しているとはさらに驚きですよね。続いてのおすすめポイントは様々なサウンドモードを搭載されている点です。本機では映画を見るときに最適なムービーモード、音楽を聴くときに最適なミュージックモード、控えめな音量でも迫力を感じられるナイトモードという3つのサウンドモードが用意されていて、コンテンツやシチュエーションに合わせて自由に切り替えることができるんですよね。これ思ってる以上に音の鳴り方が全然違くて、そこら辺もしっかりとチューニングされているなと感心しましたね。また本機ではサウンドモードとは別にダイアログエンハンサーという人の声の周波数帯域だけを強調することにより、全体の音量を上げることなく聞き取りやすさを向上させてくれるボイス強調機能まで搭載してくれています。こちらのボイス強調を弱、中、強の3段階から選ぶこともできて、アパートやマンション住まいなんかでご近所の目が気になる方はかなり嬉しい機能だと思います。以上を踏まえて DHT-S216 がどんな方に向いているのか簡単にまとめるとこのようになります。サウンドバーを初めて購入しようと考えている方、テレビ周辺機器との接続を考えている方、コスパの高いサウンドバーを探している方、アパート・マンション暮らしの方におすすめです。価格 .com や Amazon なんかでの口コミではやはり全体的にまとまった音質でマンション住まいにはちょうどいい。この価格帯では一択と言っても過言ではないという声がありました。またサウンドバー自体のデザインを褒める声も結構ありましたね。ネガティブな意見としては思ったより立体音響を感じられないといったコメントが結構多いイメージでした。ただここは光デジタルでの接続の方と、HDMI で接続している方で大きく意見が分かれていて、HDMI 接続の方が圧倒的に立体音響を感じることができるみたいです。ですので本機の購入を検討されている方は、お持ちのテレビに ARC に対応した HDMI 端子が搭載されているかも確認しておくといいかもしれませんね。僕がおすすめするデノンのサウンドバーの2つ目はこちら DHT-S517 です。価格 .com での評価は星 4.54、 価格は 47,956 円からとなっています。サイズは幅 1050mm、 高さ 60mm、 奥行き 95mm、 チャンネル数は 3.1.2 チャンネル。 HDMI 端子に関しては EARC に対応した出力端子が1つと入力端子も1つ搭載。 4K HDR パススルーについてもしっかりと対応しています。デノン DHT-S517 のおすすめポイントの一つ目は別立てのサブウーファーを搭載している点です。先ほど紹介した DHT-S216 ではサウンドバーの中にサブウーファーや低音を担当するユニットがすでに組み込まれているワンボディ型というタイプでしたが、本機はサウンドバーと別立てでサブウーファーが付属している2ユニット型というタイプになります。より本格的な重点音を響かせたいのであれば別立てのサブウーファーを搭載するのが鉄板ですが、有名オーディオメーカー BOSE の場合サブウーファーだけでも5万円以上もするんですよね。その点本機では5万円未満で別立てのサブウーファーが付属されていて、より臨場感のある重低音を感じることができるので、そこんとこかなり嬉しいですよね。しかもこのサブウーファーワイヤレスなのでテレビ台の横に置いても配線が見えたりせず、サブウーファー自体も A4 より小さいのでどんな空間に置いても馴染んでくれるっていうのも評価高いですよね。デノン DHT-S517 のおすすめポイントの2つ目は最新のオーディオ転送技術 EARC に対応している点です。先ほど紹介した DHT-S216 では ARC のみに対応していましたが、本機では最新のオーディオ伝送機能 EARC にもしっかりと対応しているんですよね。この EARC は ARC の拡張版でエンハンストオーディオリターンチャンネルの略称です。ARC では伝送帯域幅が
最大 1Mbps なので、伝送できるオーディオ信号がテレビなどの標準的な音声データであるステレオ音声とドルビーデジタルや DTS、ACC といった圧縮されたサラウンド音声のみに限られてしまいます。一方、EARC では伝送帯域幅が最大 37Mbps まで拡張されたため、ドルビートゥル HD や DTS HD マスターオーディオなんかのロスレス音源のオーディオ信号も伝送可能です。ウルトラ HD ブルーレイの映画なんかはロスレス音源が収録されていることがほとんどですし、これからのネット動画配信サービスでもロスレス音源は普及してくると思うので、この EARC にしっかりと対応してくれているのはかなり嬉しいですね。続いてのおすすめポイントは、イネーブルドスピーカーを搭載した本格的な立体音響を採用している点です。先ほど紹介した DHT-S216 でもバーチャル 3D サラウンド技術 DTS バーチャル X には対応していましたが、あれはあくまでも疑似的な立体音響技術でしたよね。本機ではサウンドバーの上部にイネーブルドスピーカーという上向きのスピーカーを2つ搭載しており、そのスピーカーから出力された音を天井に反射させてよりリアルな音場を作り出すというドルビーアトムスもお墨付きの仕組みを採用してるんですよね。これパナソニックの最上位テレビにも搭載されていますよね。このように物理的に立体音響を作り出してくれるので、その分臨場感のあるサラウンド体験ができると好評です。ちなみに本機の使用上のチャンネル数 3.1.2 チャンネルの一番最後の数字は立体音響専用のスピーカーの搭載数を表しているので、本機ではイネーブルドスピーカーの2キーを指しています。以上を踏まえてデノンの DHT-S517 がどんな方に向いているのか簡単にまとめるとこうなります。本格的な立体音響を体感したい方、低価格でも EARC 対応のサウンドバーが欲しい方、重低音を重視する方、ウルトラ HD ブルーレイの映画をよく鑑賞する方におすすめです。価格 .com や Amazon なんかでの口コミは音に包み込まれる感覚が強い。その上で音の輪郭もぼやけることなくはっきり聞こえるという意見や、サブウーファーが別立てだけあって映画での爆発音なんかの迫力がすごいといった声もかなり多くありました。ネガティブな意見としては、リモコンの感度が悪くちょっとの障害物があるだけで操作できないや、ディスプレイなどがないので選択しているモードが分かりづらいなどの操作性に関する意見はありましたが、音質に関する悪い評価はほとんど見られなかった印象ですね。僕がおすすめするデノンのサウンドバー3つ目はこちら、デノンホームサウンドバー550です。価格 .com での評価は星 3.54、価格は77,700円からとなっています。サイズは幅 650mm、高さ 75mm、奥行き 120mm、6チャンネル完全独立駆動。HDMI 端子に関しては EARC にしっかりと対応した出力端子が1つと入力端子も1つ搭載。4K HDR パススルーについてもしっかりと対応しています。デノンホームサウンドバー550のおすすめポイントの1つ目は、コンパクトサイズなのに6ユニット構造&6チャンネル独立駆動設計を採用している点です。本機では幅 650mm、高さ 75mm、奥行き 120mm と非常にコンパクトなサイズ感とは裏腹に 19mm のトゥイターを2機、55mm のミッドバスを4機搭載の6機ユニット構造で、さらに 50×90mm のパッシブラジエーターも3機搭載するといったかなりパワフルな音を響かせてくれるスピーカー構成になっているんです。さらに本機では立体音響規格のドルビーアトムスとDTS-X にも対応してるんですけど、全ユニットに個別のアンプを割り当てた6チャンネル独立駆動設計としているので、そういった立体音響をさらに際立たせてくれるんですよね。小型のボディながらこれほどパワフルで立体音響にもこだわった本格設計になっているのはさすがハイエンドモデル帯のサウンドバーですよね。続いてのおすすめポイントは Wi-Fi 接続対応でスマートスピーカーとしても活用できる点です。 Wi-Fi 接続に対応しているスピーカーって最近結構出てきているんですけど、結構高いんですよね。安くても3万円ぐらいの印象です。家具メーカーの IKEA とアメリカのオーディオメーカーのソノスが共同開発したライトとスピーカーが一体となったこちらのスピーカーが Wi-Fi スピーカーとして結構有名ですよね。本機では Bluetooth 接続に対応しているのはもちろん、その Wi-Fi 接続にも対応しているので、ホームネットワーク接続することで iPhone であれば AirPlay 2でハイレゾ対応の音楽を流すこともできるんです。これ Bluetooth で接続するよりもはるかに音がいいんですよね。それだけじゃなくて、例えば他にも Wi-Fi 接続対応のスピーカーを複数台設置すれば AirPlay 2や Chromecast ビルトインなんかで同じ音楽を一斉に流すことができますし、本機ではなんとAlexa が搭載されているんです。なので
サウンドバーに直接アレクサと話しかけて音楽の再生、ニュースや天気予報の確認、タイマーのセット、スマートホームデバイスの操作などができるので、そこら辺も非常に使い勝手がいいですよね。最近うちでもスマートホーム化を進めているので、そういった方には非常に嬉しい機能なんじゃないでしょうか。そして3つ目のおすすめポイントは、追加でスピーカーを増設することができる拡張性の高い点です。この動画をご覧になっている方って、サウンドバーに興味があって、テレビの音質をちょっと良くしたいって考えている人だと思うんですよね。ただ、人って慣れるともっと上が欲しくなっちゃうんですよ。サウンドバーの上といえば、前後左右にスピーカーを設けたホームシアターシステムと呼ばれるものなんですけど、デノンではサウンドバーとは別に、デノンホーム150やデノンホーム250、デノンホーム350といったワイヤレススピーカーを発売してるんですよね。なんと、デノンホームサウンドバー550では、これらを2台とワイヤレス接続することで、リアルサラウンドシステムに拡張することができるんです。なので、サウンドバーの音質にも慣れてきて、より本格的なホームシアターシステムを構築したいなーって時にも、デノンホーム150やデノンホーム250、デノンホーム350といったワイヤレススピーカーを追加で購入すれば、ワンランク上のリアルサラウンドシステムへと簡単にアップグレードできるのはかなり魅力的ですよね。以上を踏まえて、デノンのデノンホームサウンドバー550がどんな方に向いているのか簡単にまとめたものがこちらです。本格的なサウンドを体感したい方、スマホからもハイレゾ対応の音楽を流したい方、アレクサでスマートデバイスを音声操作したい方、拡張性が高いサウンドバーをお探しの方におすすめです。価格 .com や Amazon なんかでの口コミは、小型なのに本格的な音質で驚いたっていう意見や、アレクサが搭載されているのは意外と便利、見た目もファブリックをあしらっていておしゃれといった声も多くありました。ネガティブな意見としては、低音がもう少し強くてもいいといった意見や、Bluetooth を接続した際の遅延が気になるといった意見が多いように感じました。今回は僕のおすすめするデノンのサウンドバーを3機種紹介していきましたが、皆さん気になるサウンドバーありましたかね？デノンのサウンドバーを3機種紹介してみて、どれも値段以上に機能が充実しているなって感じましたね。そういったコスパの高さも多くのユーザーから愛されているポイントなのかもしれませんね。今回紹介したサウンドバーを実際に使用している人いらっしゃいましたら、その使用感ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。いい意見はもちろん、いまいちに感じているところもぜひ教えてください。そして実はですね、今回デノンおすすめサウンドバー3選以外にも一つ皆さんに超おすすめしたい高コスパモデルがあるんです。それが今年発売されたばかりの DHT-S217 なんですけど、今回なんで紹介しなかったのかというと、次回の動画で実機レビューを控えているからなんですよね。というわけで、次回は僕が本気でおすすめしたいデノンのサウンドバー DHT-S217 を実機レビューさせていただきますので、ぜひそちらも忘れずにご視聴ください。あとまだチャンネル登録していない人はチャンネル登録忘れずにお願いしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。ガジェットジェットのゆっけいでした。